ヨハネ君が幼稚園に入る時のことだったんですけども、不思議さんに言われたんですね。ヨハネ君の入る幼稚園を決めてください。で、私聞いたんですね。可能性のある幼稚園はいくつあるっていうのは3つ。じゃあ、どういう条件がいいのかって聞いたんですね。それはお昼ご飯が出て、お迎えお送りがあって、そういうのがいいって言ったんですね。じゃあこの3つの中でそれやってるのはどこだかって言ったら、一つの大きな幼稚園を言ったんですね。じゃあそこにしようって私は言ったんですね。そしたら言われたんですね。それは困りますと。ちゃんと神に聞いてくださいと。で、神にちゃんと聞かないと、海外選挙に行かせませんとか言われてですね。これまずいことになったなと思ってですね。しょうがないので、神様はどの幼稚園がいいですかって祈ったんですね。でその中に一つキリスト教の幼稚園があったんですが、これはダメだと思いました。それは何かというと、私はママシ教会出身ですけれども、反カリスマで、ママシを非常に非難してたんですね。しかもその幼稚園の教団に私は行ってですね、カリスマ問題でその教団と喧嘩して、そしてママシ行ったんですね。ですからまさに、要するに私から見ればですね、ぶつかってる当事者で敵みたいなもんね。そんなところ入れてくれるわけないと思って、初めから外してたんですね。そしたら祈ったらね、そこ行けってんですね。でそこ行けって言ったって困ったなと思ってですね、私の名前聞いたらね、自慢心がなんかできちゃうだろうし、これはまずいと思ったんですね。でもね、言われるから、しょうがないから、不思議さんにね、連絡取って、ちょっと聞いてみてくれって言ったんですね。まあ、どうせ断れるだろうと思ったんですね。とはよく分かってなかったんですね。断られなかったあれと思いましたね。しかしね、後になってね、連絡が来ました。お父さん面接をしますとかなんか言ってですね。後で私だって気づいたんですね。それで行ったんですね。そして一旦お話をして、まあ、穏やかにお話が過ぎて、で、結局入れてくださるということになったんです。ですから私はもうここは絶対ダメだろうと思ったところはね、開かれたんですよね。そしてそこからいろんな神の技が始まりました。そこはですね、入学金か授業料があったのかな、遠慮かな、それがあったんですね。で牧師割引ってのがあって、半額にしてくださったんです。そしたら、教材とか、あるいは遠征の洋服とか、そういうのもくれたんですよね。非常に親切なところでした。特別に厚遇してくださったわけですね。しかもですね、そこはキリスト教だから、福音派だから、聖書をきちっと教えてくださるんですね。ですから非常に良い聖書的な教育を受けることができただけではなくてですね、クリスマス劇ってのがあるんですが、男の主役はヨセフなんですね。でうちの子は絶対にね、主役になるようなタイプではないんですね。私も劇いろいろやりましたけども、木やれとかね、石やれとかね、どうでもいい役ばっかだったんですね。そしたらですね、ヨハネ君がね、ヨセフ役に選んでもらって、そしたら絶対ベニ君はね、ザガイかなんかだと思うんですけど、ヨセフ君役を選んでもらって、そしてですね、ヨセフ君はヨセフ君だからヨセフ君を選んでもらったんですね。そしてね、非常に親切に取り扱ってくださいました。そして成長していったんですね。そしたら、うちの子に続いてね、主の十字架にたくさんの子供がいましたから、次から次へと入っていったんですね。そしてそこで、主の備えたところでしたね。こちらが違うと思ったんだけど、主がそうだって言った時に、そうであったっていうことをね、非
非常に強く思います。そしてですね、子供たちの馴染んじゃって、ベニ君なんていうのは高校に入ったことも報告に行くほどの、そういうような状況だったんですね。そしたらですね、最初に入ろうとした幼稚園が、卒業式直前で潰れちゃったんですね。そしてそこに入った人たちは右往左往してるっていうことを言っていましたから、まあ普通だったらそこに入ったはずで右往左往してるはずだったんですが、神様の与えてくださった幼稚園でですね、神様に豊かに祝福し、別に何のトラブルもなく、平安のうちにね、卒業できたんですね。でこの時に人間的な配慮と主の御心の確認っていうのがあるんですが、主の御心をはっきりと確認していくときに、主の技とね、栄光が表されるってことをですね、ちょっと感じました。そして後年ですね、トゥルバイが山梨かなんかで泥場ライブをやってる時に見てるご夫妻がいたんですね。そしてそのご夫妻が、教会関係者の牧師のご夫妻だったんですが、いろいろ聞いてきて、主の十字架って聞いた時にですね、驚いて言ってきたそうですね。ヨハネ君、ベニ君は元気ですかでよくよく聞いてみますとね、それは幼稚園の先生だったそうです。そしてヨハネ君、ベニ君だけじゃなくて、主の十字架の子供たちをね、取り扱ってくださった先生だったんですね。そしてそれがきっかけになって、賛美もそうですけど、今は毎年のようにね、その教会に招かれてますね。この主の働きの素晴らしさと恵みっていうのを感じます。感謝したいと